まあ大丈夫かな。はい、どうもです。今回の動画なんですけども、新しいレイアウトの地上線の方、こちらですね。この部分、スタイルフォーム、ちょっとね、傾斜ついてるんですけども、その傾斜に合わせてのレール、傾斜通りの勾配にしてしまうと、ちょっと勾配がきついということもあって、こんな感じで、ちょっと仮に、未使用のレールなんかをこう、間ね、かさ上げとかに使ってたりするんですけども、こちらの方を前回に処理をしたこの右側の部分ですね、駅から見て右側の部分、こちらと同じような感じにちょっと半紙を使ってまたあそこかさ上げ、勾配ね、土台作りの方をやっていこうと思います。ではこちらの方ちょっと作業の方を進めていこうと思います。まずこちらの方ですね、この部分がまだ水平なんですけども、ここからもうすでにちょっと勾配に上げていかないと、こちらの傾斜のある部分ちょっと厳しくなってきますので、まずそこを、ここね、勾配の入り口になる部分からちょっと作っていこうと思います。またこんな感じで端子をちょっとシャーッとシワを寄せたものをこう下に敷いて、そして霧吹きで水を水分を与えていく。で、水分で、ちょっと柔らかくなったところで、こういう感じでですよね。で、この辺からちょっと登り始めて、これ途中ここからですよね。この部分からかさ上げしてないんですけど、そこもちょっとかさ上げが必要な感じなので、それに合わせて、ここちょっとね端子を追加していこうかと思います。とりあえず仮組みの方をしました。こんな感じできました。で、この辺りの部分を中心にちょっとかさ上げをしたことで緩やかな勾配になったんじゃないかなと思うんですよね。そしてあとここ登り切った後、ここもねスタイルフォームとちょっと段差ができてるので、そこの段差上にまたここ少し勾配を作ってます。ちょっとこちらまた半紙が乾き次第試運転して、ちょっとねここ列車勾配どの程度の電圧上げないといけないのか、ね、そこをちょっと確認してみましょう。先ほどというかね、前回の動画の時は結構電圧上げないと、この外回り線の方ですね、ここが上りきれなかったので、ここが少し、低めの電圧で走ってくれれば OK かなというところですね。では、こちらちょっと乾いたら一度試運転してみたいと思います。というわけでね、レール下の方ちょっとね以前に基礎の部分作ったところですよね。こちらの方も少し引き込み線ですね、車両基地の方へ向かう線路、こちらが少し傾斜がきつかったので、こちらちょっと調整をしたのと、そして今回調整したところですね、結局このカーブのところからも勾配入っていくような感じでちょっとこう組んでみました。そしてここの段差があったところもこういう感じで、これでちょっとね走行の方試運転やってみたいんですけれども、まずはでは885からいきましょう。スケールスピード的にはねもうこれ以上は出したくないんですけどね、大丈夫かな。
で多分ここでまた加速するんですよね。ここからちょっと下っていってるので、まあここの加速はね、でそして前回交換したポイントですね。問題なくいけましたね。では883の方もいきましょう。こちらもね、少しこのポイントのところから登っていくような形に変えてみました。まあやっぱりどうしても上りは速度落ちるんですけども、そこまでひどい速度低下ではないので、まあこれでいいかなとは。そして883、ここから S 字の下りですよね。ここも少し勾配が緩やかになったので、まあ急激な加速しながらの下りではなくなったので、まあいいんじゃないかなと。で今のこの、スピードですね、これ電圧でこれぐらいですね。トミックスのパワーユニットの方で、こちらが885の方の電圧になります。そしてこちら883、ほぼほぼ同じ電圧にしてるんですけども、まあ上りも特に電圧上げたりとかなく、速度はやっぱり落ちるのはもう仕方がないんですけども、とりあえずパワーユニット電圧一定の状態で、まあ、エンドレスを放置してぐるぐるこうちょっとね、周回運転させるっていう、それは可能な状態にはなりました。ということで、地上線の方を一旦この形で、まあまだね、この部分半紙で仮でまあ組んだだけなんですけども、ちょっとこの状態で、地上線の方は一旦完成として、次の作業がここですね。この奥の部分、ここをちょっとね高台にしていきたいと思うので、その作業の方を次回の動画でやっていこうかなと思います。ここをね、あそこに余ってるスタイロフォームを使って、もう一段ちょっと高く、まあここで普通の高架ぐらいの高さになるのかな。そしてこちら側ですよね。こちら側の方では、まあ、高さとしてはこれですよね。まあ2段かな、それぐらいの高さになるかな。でそれでちょっと高架線の方を組んでいきたいなと思います。ということで、今回の動画なんですけども、地上線の残り半分のこの勾配の調整、そちらの方と、最終的に試運転ということで動画の方やっていきました。こんな感じで鉄道模型に関する動画投稿していってますので、鉄道模型興味のある方、チャンネル登録していただけるとありがたいです。ということで、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。